皆さんどうもようこそ。お前なんでそんなニヤニヤしてんねやと。それはね、なぜかというと今日はじゃじゃん、トカレフ、世に言うチャカですね。こいつを打っていきたいと思います。いきましょう。ところでね、今からこちらの M57、トカレフを紹介していきたいと思いますけども、まあ分かる人は分かるでしょうね。こちらにセーフティーがついとうと、これ本物ちゃうやろとおっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、まあそれはね、後ほどまだ紹介したいと思います。なんでこれがついてるかっていうのはね。はい、こちらのトカレフ M57 ですけども、ザスタバ製です。ザスタバっていうのは旧ユーゴスラビアですね。そちらにあった会社なんですけども、現在でも商売やってます。こちらでですね、2012年モデルなんで結構最近のやつなんですけども、はい、自分はね、これツルハシ、いや違います、ガンブローカーっていうね、アメリカのオンラインショップで買いました。はい、これね、まずちょっと安全確認ということでね、マガジンを外して中を見てみましょう。はい、クリアですね。OK です。そして今これトリガー引いても戻らないですよね。これね、マガジンセーフティーがついてるんですよ。これはね、また後で分解した時に見せますけども。はい。ということで、こちらの、トカレフ M57、カリバーは 7.62×25mm ですね。弾をね、また後で見せますけども、こちらの M57 ですけどね、この1911とね、ものすごくデザインが似てるんですわ。これなんでかっていうと、このトカレフね、この1911のデザインをね、結構真似してるんです。どういうとこが似てるかっていうと、このマガジンリリース似てますよね。で、この銃口の先の方もね、銃の先の方も似てますし、スライドの形も似てると。ほんでもってね、こちらのスライドリリースも、ね、同じようなところに載ってるし、まあグリップセーフティーはついてない、まあ、ハンマーもね違った形してますけども、まあ、逆に反対に向けてもうて、こちらにねトカレフはこんな止め金みたいなのがついてますけどね、これは1911にはついてないですね。ただこのテイクダウンバーっていうのがねこちらにありますけども、ここにはねしっかりついていますと。はい、構造もものすごく中の構造もね似てるような、構造をしてます。はい、これね、このトカレフ1911からかなりデザインを、借りてるっていう感じですね。そしてね、幅とかもね、ものすごくよく似てるんです。まあ、1911の方がちょっと太いかなって感じですけども、このトカレフ、ものすごく薄いですよね、幅がね。はい、だからコンシールキャリーとかにも使用する人がいるみたいです、アメリカでね。自分はこんなクソ重い銃持ち運ぶのだって絶対思わないですけどね。そしてね、スペックですけども、こちらの銃、長さがですね、194mm。そしてバレルの長さが 116mm ですね。でこちらの高さの方が 134mm になってます。アクションの方ですね、シングルアクション、そしてガスで次の弾がロードされるっていう仕組みになってますね。まあ、それは1911と全く一緒の機構です。冒頭でね、セーフティーの話をしましたけども、もともとトカレフ注文はこういうセーフティーがついてないんですね。でなんでこういう風にセーフティーついてるかっていうと、アメリカのね、悪法がありまして、1968年に制定されたガンコントロールアクトっていうね、法律があるんですね。でその法律によってこの安全装置をつけなあかんちゅうふうに決まってしまったわけですね。それでですね、この銃はこういうふうに安全装置がついています。ただね、この銃2012年に作られた銃なんで、この安全装置をねもともとデザインして作られた銃なんですね。ただ多くのトカレフ注文は後付けでねつけたもんで、ものすごくねもう質素な安全装置がついたトカレフがねあちこちに出回ってます。ってことでですね、この安全装置がついてないトカレフ、これもうプレミアがついちゃってね、もう$1500から$2000中ね、ものすごい高い値段で売られています。ただこれはね、言ったように2012年、最近作られた銃なんでね、そんな高くないんですけども、そういう理由でね、セーフティー、安全装置がついてるわけですね。で重さの方ね、グラムで測っていいと思いますけども、876g ですね。はい。こちらにね、1911がありますけども、こちらが飲むだけでしょう。これ1キロ超えてますね。だからちょっと1911よりは軽いって感じですね。まあでも結構重い銃です。876g もあります。トリガーですけどね、これ結構重いトリガーです。トリガーウェイトをね、測っていきましょう。3.175。重いトリガーですね。もう一回いきましょう。3.241、3キロあたりですね。重いトリガーです。こちらの M57 はね、分かる人は分かると思いますけども、グリップがね長いんですよ。オリジナルのね T33 と比べると一発多く入るようになってます。そしてね、これは最近生産もされたものなんで、ここにね輪っかもついてないし、マガジンの後ろにもね裏にも輪っかがついてません。
スライドにはねしっかり M57 カリバーもね刻印されてて、ザスタバサービアって書いてますね。こちら側には CAI ジョージア BT といって、これは輸入した会社のねインポートマークがついてます。ここにはねオーナーズマニュアルを読めと書いてますけども、まあそれ以外はもうほんまにトカレフです。はい。こちらはねサイトも、リアとフロント両方ともこの鉄でできてますけども、これはね両方ともね調整できるようになってるんです。ダブテールっていうんですけども、はい、これをね左右動かして、調整が効くようになってます。これはもうリアもフロントも同様ですね。ではねフィールドストリップをする前にまずこのグリップをね外していきたいと思いますけども、グリップはねものすごくシンプルに、できています。これは外からは外せないんで、まずねこちらにねなんかロック機構があるんですけどもね、これをねマイナスドライバーみたいなんで、ロックを外します。これはね一回外してからまたお見せしますね。ここからちょっと見にくいんでね。はい、これでねまずこちらのグリップが外れるはずです。外れましたね。はい、これがねここに見えますかね。これがロック機構なんですけども、これをね動かしてなかなか硬いな。はい、これでロック、そして、こっち側に動かすとロック解除になるわけですけども、これでロック解除ね。反対側もね内側からロックされてます。これもね、これを押し上げてロックを解除します。動くかな。硬い。これで外れる。はい、これでねグリップが外れました。油がすごいですね。はい、で先ほどね、マガジンセーフティーの話しましたけども、これマガジン入れないとこれトリガーがね引っ張れないんですね。ここを見ておいてください。これがねこのマガジンセーフティーなんですけども、これをマガジンを入れるとここのバーがね浮き出てきます。はい、浮き出たの分かりますかね。これでトリガーが引けるようになるんですね。で今こういうふうにハンマーを出すとこういうふうに打てるわけです。逆にマガジンを取り出してしまうと今これ下がってましたよね。バーがトリガーが引けないんですね。はい、ではですね一回これをグリップを戻したいと思います。まずこちら側ね、はい、そしてねこちらのグリップを戻します。グリップが戻りました。次はフィールドストリップをしたいと思いますけども、まずこちら側に向けてここにね金具がありますよね。これをねこっち側に押します。はい、外れました。これでねテイクダウンピンが取れるはずです。これを押すと反対側からこれが取れると。これはね90mmと似てますよね。はい、でこれでスライドを前に押し出すとするとこういう風にスライドが取れると。ここでねびっくりするのがこのトリガー機構がありますよね。これスポッと抜けるんですよ。ほらすごいでしょ。モジュラーなんですね。これはね別に壊れてるわけじゃなくてこういう風なデザインなんですよ。やはりね戦場で使う拳銃としてデザインされたんで、戦場でもね兵隊さんがね簡単に壊れたら取り替えできるようなデザイン、シンプルさがね、このデザインに現れてるわけですけども、はい、まずこちらはこういうところに置いといて、こちらのスライドホールですけどね 90mm とね似てるんですけどもちょっとまあ違うところもあるわけです。でこのスプリングの方ねまずこっちから出します。90mm の方は先から出すんですけどこれはねこっちから出します。これを持ち上げるとスプリングが取れると。はい、はい、取れた。でさらにねこちら特徴的なのがこれね分かるかな、途中で折れてるんですね。曲がるようになってるんです。これはねトカレフの特徴ですね。90mm のやつはねこのガイドロッドまっすぐですからね、これはね途中で関節みたいに曲がっています。はい、あまりにも油ギトギトしてるんでちょっとねこちらのペーパータオルを使いますけども、はい、こうやって部品を置いていきましょう。そしてね、このバレルの方は90mmと同じように前から出すんですけども、このバンズブッシングをね180度回転させて先っちょを取ります。そしてバレルの方を前に出します。出てこいよ。はい、出てきた。はい、これでフィールドストリップは一応終わりです。はい、でもねこれを元通りにしていきたいと思いますけど、まずバレルの方をね戻します。はい、そしてブッシングの方をね、
戻していきますけども、180度です。そして戻すと。そしてこちらのガイドロッドね、はい、こちらにねくぼみみたいになってるの見えますかね。これをねバレルの方に乗っけるわけですけども、はい、これはねガイドロッドをこういう折れるような設計にしたっていうのが大胆ですよね。西側諸国でこんなの見たことないんじゃないかな。はい、これでしっかりここに乗ったということを確認して、はい、OK ですね。乗りましたね。はい、そしてこちらのスライドフレームの方に戻すわけですけども、この時ねこれほらトリガー機構が浮いてきましたよね。これしっかり浮かないように押さえながら戻していきます。ここのね穴とさっきのこの、バレルのこの穴がねラインナップするように戻していきます。はい、ラインナップしました。でここでこのピンを戻していきます。戻しましたね。はい、でひっくり返してさっきのこの金具を前に突き出せば、はい、これでおしまい。完璧ですね。マガジンを入れて、はい、元通りになりました。簡単でしょ。これがトカレフのフィールドストリップのやり方です。これフィールドストリップした時に見せればよかったんですけどね、この外側はねものすごく綺麗なフィニッシュになってるんですよ。ものすごくスベスベでね、ブルーイングもしっかりされてますけども、各所でねやっぱり見えないところでマシーニングの跡がひどいんですね。例えばこちらのセーフティーのここら辺とかね、もうマシーニングの跡がもう丸見えなんですよ。ほんまに見えないところではほんまにねマシーニングの跡だらけで、これ自分思うにねほんまにもう大量生産を念頭に置いた銃やと思うんですね。もう外側は綺麗ですけどね、もう中身はもうマシーニングとは残したままもう戦場に送り込むっていうねもうスピードのみを考えたような銃かもしれないです。まあね、マシーニングが中に残ってたからって言ったからって機能的に問題があるわけではないんで、別にねそれはいいと思いますけども、はい、そしてね今回使用する弾はですね、これなんとユーゴスラビア軍の弾です。旧ユーゴスラビア軍ですね。1960年代に作られた弾の残りなんですけども、これをね入手しました。これもね安く売ってたんですよ。こちらをね約500発ぐらい今回入手しました。こちらの弾なんですけども、これがね 7.62 弾の特徴です。こちらに 9mm と556がありますけども、この 7.6 にネックがついてますよね。ピストル弾やのにネックがついてるんですよ。ネックがついてるのはこのライフル弾の特徴なんですね。9mm を見てみるとネックついてないですよね。はい、このネックがついてるついてないで初速の速さが全然変わってくるんですね。この556っていうのはめちゃくちゃ速い弾です。でこちらの 7.6 にこのトカレフ弾も初速が速い弾なんですね。で今回の動画ではねこの初速とかは測らないですけども、またね機会があればこのトカレフ弾、この 7.62 のトカレフ弾の威力っていうのをね検証していきたいと思います。はい、ではね射撃場に移ってこちらの東の1911と言われたねトカレフを撃っていきたいと思います。行きましょう。人生初のトカレフ撃っていきたいと思います。行きましょう。5発いきます。撃ちやすい。めちゃくちゃ撃ちやすい。これ最高ですね。もうねなんか1911 1911とね似たような感覚です。トリガーねやはりちょっと重めですね。いきましょう。いい、めちゃくちゃいい。さて片手で打っていきたいと思います。行きましょう。
全然いけますねこれ。はい、皆さんということでね、こちらのトカレフバカスカ売ってきましたけどもいかがでしたでしょうか。自分はねめちゃくちゃ気に入りましたね。売った感じは19ネブとよく似てます。まあね構造的に似てるんでそれはまあ当たり前の話なんですけどもね、重くてねコントロールしやすくて素晴らしい銃だと思いました。5ヤードではねかなりのグループ銀ができましたけども10ヤードではねちょっと苦労しましたね。はい、サイトがね見にくいんで、特にねこのフロントサイト黒じゃないですか。これがねちょっと紛れてしまってねちょっと見にくかったんですけども、それぐらいですね。はい、とても素晴らしい銃です。正直言ってね弾もね軍のサープラスだったんでしっかり撃てるかどうかは分からなかったんですけども、ジャムらずに1回もジャムらずに、しっかり撃てました。良かったです。最高です。これはね、片手で撃っててもね全然苦にならなかったですね。はい、撃ってて面白い銃です。皆さんもね機会があればこのチャカトカレフをねアメリカで撃ってみてください。では今週もありがとうございました。コメントくださる方大好きです。では。